はい、おはようございます。伊勢から熊野に向かう熊野古道伊勢路の旅第2弾として、今日はここ栃原駅から出発したいと思います。前回は1月でもう3ヶ月ぐらい間が空いてしまったんですけど、今日から続きをつなげていこうと思います。それでは出発します。行ってきます。熊野古道伊勢路は伊勢神宮と熊野三山という二大聖地を結ぶ巡礼路です。中世から近世にかけて多くの人々が伊勢参りの後によみがえりの地熊野を目指していくつもの峠を越えました。人々は伊勢で生の恵みに感謝し、その後熊野へと向かい心身の再生を願ったのです。この伊勢路を含む熊野古道は2004年に紀伊山地の霊場と参詣道として世界遺産に登録されました。今なお当時の面影をとどめる石畳や街道沿いの集落が旅人の祈りと信仰の歴史を今に伝えています。今回の伊勢路の旅は前回の終了地点である栃原駅からスタートし、三瀬谷、滝原宮、阿蘇、大内山を通りつづらと峠を経て紀伊長島駅まで2日間で歩く予定です。前回は伊勢路はここまで来ました。向こう側に非常に桜が綺麗なのが見えますね。はい、バカ曲がり入り口。はい、投票ありました。新宮まであと142キロです。はい、バカ曲がりはどっちから行っても行けるみたいなんですが、せっかくなんでバカ曲がり行ってみましょうか。いきなり滑った。どっちだ。違う、こっちか。怖っ。じゃあこのトンネルを通って、これ背がちょっと待って、頭打つよこれ。見えないし足元が怖っ。はい、この川の中を通っていくような感じで行くみたいですが、結構深いからはまったら大変だ。こっからはちゃんと道になってるのか。不動谷と呼ばれる深い谷を通る道がバカみたいに大きく曲がりくねっていることからバカ曲がりと呼ばれるようになったそうです。こちらがバカ曲がり橋だそうです。今は水は流れてないですね。もうそろそろですね、桜も終わりの時期ですね。だいぶ散ってますが、はい、そしてこちらがメガネ橋ですね。本当は2つアーチがあったようなんですが、1個は道路工事かなんかでなくなったようです。こちらが殿様井戸だそうです。これですかね。こちらが井戸だったんでしょうか。
熊野古道行き倒れ墓碑。これですかね。熊野古道には巡礼中に命を落とした人々を供養する行き倒れ墓碑が各地に点在しています。この辺は古道っぽい雰囲気がありますね。はい、この古い建物は旧旅館阿波屋だそうですね。この辺りには旅館が軒を並べていたと書いてます。はい、川沿いの道標がありました。見えない。新宮まで138キロ。はい、スタンプを取りましょうか。はい、川沿いスタンプゲット。はい、栃原の次の駅の川沿駅です。はい、立派な桜が咲いてます。いや、今日本当に天気が良くて気持ちいいですね。ちょっと暑いぐらいです。はい、こちら桜が綺麗です。八柱神社というみたいですね。次の道標がありました。新宮まで134キロ。こちら道標地蔵ということで、右高瀬道、左山田松坂道と書いてあるようです。はい、こちらが道中安全祈願地蔵。はい、そしてこちらが弁慶岩。武蔵坊弁慶がここで座って休憩したということのようです。はい、こちら佐田峠という峠だそうです。はい、峠というほどのもんでもなかったですけど、はい、こちらが二世砦跡です。はい、二世砦跡。高さ3メートルの土塁や古井戸が当時の面影を今に伝えています。向こう側には川が流れてるんで、そういう意味でも地形的に守りやすいところだったんでしょうね。この桜めちゃめちゃ綺麗ですね。白とピンクが混ざってますね。これは桜ではなく源平咲きの花桃だそうです。はい、三瀬谷駅の近くまでやってきました。お昼時なんですけど、やってるお店も結構ありますね。とんかつ焼き魚。はい、お昼をいただきます。はい、ごちそうさまでした。とんかつ美味しかったです。今日は残り多分あと半分ぐらい残ってるので、ちょっと急がないと日が暮れてしまうかもしれないです。この橋、橋脚がレンガでできているそうで、なかなか歴史がある橋のようです。変形五角形の基壇の上に立つレンガ造りの橋脚が特徴的です。はい、また道標ありました。新宮まで130キロ。あれ、そういえばあれですね、道の駅でスタンプを押さなきゃいけなかった。忘れてた。ちょっとまた後で寄ります。帰るときに車で。
と滝原神社の方にやってってみようと思います。店の渡し跡。はい。もう今は渡し船がないんで、橋を渡るためにかなり遠回りして回ってきたんですけど、渡し船があればすぐに渡れたという。はい、こちらですね。滝原神社。滝原神社を過ぎてちょっと行くと、はい、川がありました。一応船もあるね。小さい船ですけど。はい、この川を、渡し船で渡ったということのようですね。はい、こちらから三瀬坂峠の方に入っていきます。はい、こちらに熊鈴レンタルという箱があります。おー、すごい。はい、熊鈴貸し出してるようですね。はい、一応今日は熊鈴持ってきたんで、ちょっとここからはつけていこうと思います。お、着いたか。三瀬坂峠です。今日初めての本格的な峠ですけど、はい、まあまあしんどかったです。はい、こちらが三瀬坂峠。はい、着きました。今日の峠という峠は多分これぐらいかなと思うんで、はい、峠の下りも結構急ですね、これ。はい、三瀬坂峠を降りてきました。はい、ここで熊鈴借りた方は返すんですね。スタンプ、あったあった。新宮まであと126キロ。はい、三瀬坂峠のスタンプ。はい、ゲットしました。ここからなんか急に雰囲気が変わりますね。滝原宮に近づいたからでしょうか。はい、滝原宮に着きました。こちらは皇大神宮、内宮ですねの別宮として知られています。さっきよりもさらにちょっと厳かな雰囲気になってきました。みたらし。はい、こちらが滝原宮です。滝原宮と滝原の並び宮の2つの別宮のほか、若宮神社、長湯家神社の2つの社殿があり、滝原宮から順番に参拝します。伊勢神宮からはかなり離れてるんですけど、さすが伊勢神宮内宮の別宮だけあって雰囲気はかなり厳粛で、伊勢神宮と似た雰囲気を持ってましたね。はい、今日向かうところは、阿蘇という駅になるんですが、ここから5キロぐらいまたあるんで、もうちょっと歩いていきます。はい、4キロの道標終わりました。新宮まで122キロ。は
めっちゃ猿がいる。何匹？10匹ぐらいいるね。うわ、なんか暴れてる。怖い怖い。阿蘇駅に到着しました。だいたい30キロぐらいですね。明日またここからスタートして、もう一日伊勢路を歩こうと思います。はい、阿蘇温泉にやってきましたが、やってなさそう。定休日と水曜日か。定休日。残念。はい、こちらの紀伊長島ふるさと温泉に入ってきました。はい、お湯としてはかなりすべすべの湯質でとても気持ちよかったです。はい、今日はこれから車で道の駅に行って車中泊をしようと思います。はい、今は結構天気がいいんですけど、今日は途中から天気が崩れそうな感じなのでちょっと心配なんですけど、はい、じゃあ今日も出発します。行ってきます。はい、道標ありました。新宮まで118キロ。今回の旅中に多分100キロは切るでしょうね。はい、こちら伊勢柏崎駅の近くまで来ました。はい、そして、4キロ道標がここにもあります。新宮まであと114キロ。はい、こちらが大内山の一里塚だそうです。阿蘇を出発して、だいたい10キロぐらい歩いてきたんですけど、ここまではずっとロードを歩いてきました。ここからはちょっと山道っぽい道になってます。ここトイレありますね。あと道標ありました。新宮まで110キロ。はい、だいぶ100キロに近づいてきました。はい、大内山駅に着きました。大内山牛乳というのが有名なんですけど、駅に来たらそれが飲めるかなと思ったんですが、ないですね、売店みたいのは。はい、ちょっと雨が心配ですね。まだそこまで降ってはいないんですけど、ちょっとこれから強くなったらまずいなと。はい、来ました。新宮まで106キロ。はい、はい、これは何か神社か何かの柱になるんでしょうかね。はい、手で加工されたような感じです。はい、こちらが峠の分岐地点になります。でこっち行くと、梅ヶ谷駅から、三坂峠の方に向かって、でこっちに行くとつづらと峠ですね。はい、2つどっちの峠通っても熊野の方には行けるんですけど、つづらと峠の方が、標高が高くて景色がいいようなので、
はい、今日はそちらを通っていきたいと思います。さっき警察の人が通りかかって、クマがこの辺多いそうなので、クマ鈴をつけていってくださいと言われました。なかなかクマは怖いですけどね。ちょっとまだ今のところは雨は大丈夫そうなんで、はい、このままつづらと峠越えたいと思います。ここがつづらと峠の登り口ですね。はい、そしてまた道標ありました。新宮まで102キロ。はいはいはい。つづらと峠は伊勢と紀州の国境であったと同時に、現実世界と理想、非現実世界との境でもあったと言えるだろうと。すごい。はい、つづらと峠を越えるとようやく紀州の国に入ると。はい、熊野がだいぶ近づいてきます。はい、また熊鈴ボックスありました。はい、そしてつづらと峠登り口。ちょっとこの辺から雰囲気が今までとはだいぶ違いますね。はい、さっき熊の注意の張り紙見たんですけど、今年の1月に目撃されてるって書いてましたね。はい、ちょっと意外に最近だったんで、はい、注意していきたいと思います。ちょっと熊鈴を鳴らしながら歩きます。いきなり結構急登です。つづらと峠18分の1。はい、これいいですね。結構こういうのがあると。18分の2。早いな。何メートル大きなんでしょうかね。中辺地は500メートルおきにああいうのが設置されてたんですけど、よく考えると18っていうと500メートルおきだと9キロになるんで、さすがにそんなに長くはないと思うんで、200メートルおきとかかな。書いてある。ここがつづらと峠。来ました。つづらと峠。意外にすぐ着きました。そして、はい、熊野灘が見えますね。伊勢から旅してくる旅人はここで初めて熊野灘を見たということです。スタンプがあります。結構スタンプ取り逃してるんで、またどっかでちょっと回収しないといけない。つづらと峠スタンプゲットしました。これはこれでリアルスタンプがありますね。展望台1分って書いてあるな。じゃあ展望台行ってから休憩しようか。展望台がここかな。さっきよりもちょっと中にいて、こっちの方がいいね。熊野灘がよく見えます。この島はなんて言うんだろう。大島。はい、それではつづらと峠を降りたいと思います。はい、この降りる道はかなり悪路らしいんで気をつけております。このつづらと峠のつづらとというのは、つづら折りのが元になってるそうなので、こ
つづら折りの道が続いていると。悪路といっても散々いろんな悪路は通ってきたんで、大峰奥掛道に比べれば全然大したことはないんだと思うんですけど、こちらの道標8分の7ですけど、100メートルおきに建てられてるようです。なのでつづらと峠は全長、1.8 キロぐらいということでしょうかね。意外に短いですね。 1.8 キロなんで。石垣があります。これはあれですかね、野面積みの石垣ですかね。野面断層積み、つづらと峠。はい、おそらく昔の江戸時代とかに整備された時のままなんでしょう。これまでのところそんなに悪路っぽい悪路はないですね。非常に歩きやすい道になってます。この辺から石畳ができて始めました。これが昔のやつなのかな、ぽいですね。つづらと峠、山の神と。この辺りは石畳が残っています。苔が生えてないんで滑らなくていいですね。ここはちゃんと乾いていて歩きやすい石畳です。はい、こんな感じでずっと続いてますね。かつて伊勢の国と紀伊の国の国境だったつづらと峠は、江戸時代以降二坂峠が正式な街道となってからも昭和初期まで生活道として使われてきました。名前の由来でもあるつづら折りの急坂には約300メートルにわたり美しい石畳が続き、今も当時のままの姿をとどめています。18番ありましたね。終わりです。いやー、結構難所って聞いてたんで、どうなることかと思ったんですが、意外にすんなり行きました。そこまで危険な箇所とかもなくて、歩きやすい道でした。大雲鳥越とか小雲鳥越やった時はかなり滑って怖かったんですけど、ここは本当に石畳も滑らなくて歩きやすかったです。ここからはあと紀伊長島駅まで降りていって、そこで今日は終わりにしようと思ってます。雨の心配をしてたんですけど、もう日が照ってきましたね。暑くなってきました。そして道標ありました。新宮まで98キロ、100キロ切りました。つづらと峠はこの山の中腹ぐらいなようですね。熊野古道はこう右に曲がって、尾鷲の方面に行くんですが、今日は紀伊長島駅、すぐそこですね。すぐそこにあるんですが、紀伊長島駅で終了にしようと思います。紀伊長島駅に到着しました。今回は2日間にわたって、熊野古道伊勢路の、2回目を歩いてきました。初日は、栃原駅から阿蘇駅までで、2日目の今日は阿蘇駅から紀伊長島駅まで、だいたい合計で55キロぐらいですかね。歩きました。今回はこれで終わりなんですけど、また次回、紀伊長島駅からスタートして尾鷲方面に
行きたいと思います。今回の道は、大部分がロードで、山道とかはごく一部だったんですけど、最後のつづらと峠ですね、歩道の雰囲気がよく残っていて、峠からの景色も素晴らしかったです。伊勢から来た旅人が熊野の海を見る初めての峠ということで、歴史が感じられる峠でした。ということで、これで終了です。お疲れさんでした。はい、紀伊長島駅からちょっと、港の方に行ったところに昔ながらの漁港があるということで来てみました。このループ橋の上から港全体が見えるそうなので、紀伊長島の魚町は長島港を中心に広がる昔ながらの漁師町です。愛と呼ばれる細い路地や木造家屋が立ち並ぶ街並みには昭和の面影が今も色濃く残ります。山海の里伊勢、あったスタンプいきなりありましたね。おおこれは難しいぞ。これはいけた。はい、滝原宮の近くの道の駅キツツキ館です。はい、あった。はい、スタンプゲットしました。牛乳ある、買ってこうかな。大内山牛乳、ようやくゲットしました。普通の牛乳よりもちょっとまろやかな感じがします。はい、取り逃した3分、最後は奥伊勢大台道の駅です。はい、取りました。はい、これで今回通ったルートの中で押せるスタンプは全部取りました。はい、なかなかちょっと古道の道とは外れたところに道の駅とかがあるんで、ちゃんと注意しとかないと通り過ぎちゃいますね。